夜勤の交番を想像してください。夜の静寂の中、時折響く警報音や無線の声、それだけでも背筋が寒くなることがありますが、今回はそんな夜勤中に起きたある警察官の不思議な体験をお話しします。その夜、交番は異常なほど静かでした。街の喧騒もなく、事件の通報もありません。普段は人通りの多い駅前も、まるで人が消えたかのように静まり返っていました。交番内にいた警察官佐藤は、その静けさに違和感を覚えていました。通常、夜でも多少の騒音や通報があるものですが、その日は全く違いました。何か大きな異変が起きているのではないかと、胸騒ぎを覚えるほどの静けさでした。佐藤が夜勤を始めて数時間が経った頃、突然交番の電話が鳴りました。静まり返った夜の中で、その音はまるで不吉な予兆のように響き渡りました。受話器を取ると、誰も話さない。ただ、かすかに風の音だけが聞こえてきます。不審に思った佐藤は受話器を置き、周囲を見回しましたが、特に異変はありませんでした。おかしいな。誰もいないなんてと佐藤はつぶやき、注意深く交番内を見渡しました。その後も何度か電話が鳴りましたが、同じように無言のままでした。これがただのいたずら電話でないことを佐藤は直感していました。その後、交番内で奇妙な音が聞こえ始めました。まるで誰かが机を叩くような音や、書類をめくる音がかすかに響いていました。しかし、佐藤以外には誰もいないはずです。何の音だと佐藤は不安を感じながらも交番の中を調べましたが、原因は見つかりません。音の正体がわからず、ますます不気味さが増していきました。その音は次第に頻度を増し、夜が深まるにつれて一層明確に聞こえるようになりました。佐藤は、まるで誰かが自分を試しているような感覚に陥りました。さらに、音の種類も増えていき、まるで誰かが廊下を歩いているような足音や、金属が擦れる音まで聞こえるようになりました。夜も深まり、佐藤が一息つこうとしていた時、交番のドアが突然開きました。誰か来たかと思いきや、そこには誰もいません。佐藤は外を確認しましたが、やはり誰もいませんでした。風のせいかと自分に言い聞かせましたが、その後も何度かドアが開閉する音が続きました。おかしいな。何度も開くなんて。ドアが開閉するたびに冷たい風が入り込み、佐藤の背筋を凍らせました。彼はドアの周囲を何度も確認しましたが、異常は見当たりませんでした。風で動くには不自然なほどの重さと、ドアの開閉音が妙に生々しく響きました。佐藤はドアの開閉だけでなく、交番内のものが動く音や人の気配を感じるようになりました。特に背後に誰かが立っているような感覚が強まり、何度も振り返りましたが、誰もいません。これ、本当に誰もいないのかと佐藤は自分に問いかけました。次第に佐藤は、これが単なる気のせいではないと確信し始めました。物音は次第に大きくなり、まるで誰かが交番内を歩き回っているかのようでした。彼は何度も辺りを見回し、物音の出所を探しましたが、何も見つけることはできませんでした。物が勝手に移動したり、机の上に置いていた書類が散らばっていたりと、明らかに何者かが動かしている痕跡が増えていきました。さらに奇妙なことに、交番内で足音が聞こえ始めました。最初は自分の足音かと思いましたが、明らかに自分の動きとは異なるタイミングで聞こえます。誰かいるのかと恐怖を感じながらも佐藤は音の出所を突き止めようとしましたが、足音はまるで追いかけてくるかのように交番内を移動しました。これ、どうなってるんだ。足音は不規則に聞こえたり消えたりを繰り返し、佐藤の心を不安にさせました。彼は交番内を何度も巡り歩き、足音の正体を探し続けました。足音は時には交番の外からも聞こえることがあり、まるで誰かが外から中を覗いているような感覚に襲われました。そのうち、交番の電気が点滅し始めました。最初は一瞬のことで気に留めませんでしたが、次第に頻度が増し、交番内はまるで怪しげな雰囲気に包まれました。電気の故障かと佐藤はスイッチを確認しましたが、異常は見当たりませんでした。何なんだこれは。電気が点滅するたびに部屋の中の影が奇妙な動きを見せ、まるで何かがうごめいているように見えました。佐藤はこの異常現象に恐怖を感じながらも冷静さを保とうと努めました。点滅のリズムがまるで誰かの合図のように感じられ、佐藤の不安は極限に達しました。佐藤が再び机に戻り仕事を続けようとした時、
ふと窓の外に人影が見えました。その影は一瞬だけ現れ、すぐに消えてしまいました。誰かいたぞと驚いた佐藤はすぐに外に出て確認しましたが、やはり誰もいません。交番の周囲を一周しても異常は見つかりませんでした。どういうことだ。佐藤は心の中で何度も問いかけました。影は何度も現れ、そして消えていきました。彼はその度に外に出て確認しましたが、何も見つけることができませんでした。影の動きは不規則で、一瞬現れては消え、まるで佐藤を嘲笑っているかのようでした。交番に戻り、再び仕事に取り掛かろうとした佐藤は、今度は誰かの声を聞きました。低くささやくような声で、ここにいるよと言っているように聞こえました。なんだと恐怖を感じながらも、声の主を探しましたが、当然誰も見つかりませんでした。声は一度だけで、その後は聞こえなくなりました。誰かいるのか。声はまるで彼の耳元でささやかれているかのように鮮明でした。佐藤はその声が何度も頭の中で再生されるのを感じ、ますます不安が募りました。声の主を突き止めるために交番内を再び調べましたが、やはり何も見つかりませんでした。次の日、佐藤は夜勤明けで同僚の田中にこの出来事を話しました。しかし田中はそんな話、信じられないと信じませんでした。さらに驚くべきことに、夜勤中に使っていた重要な資料が全て消えてしまっていました。どうして資料がなくなったんだと交番内を隅々まで探しましたが、資料はどこにも見つかりませんでした。何か他の力が働いているのか。資料が消えたことで佐藤の疑念は確信へと変わりました。彼はますます不安を感じ、原因を探る決意を固めました。資料は交番内の重要な証拠や記録であり、それが消えたことは事件の解決に重大な影響を与えるものでした。数日後、同僚の鈴木も同じ交番で夜勤をしている時に佐藤と同じような体験をしました。俺も同じことがあったんだと鈴木は話しました。鈴木もまた奇妙な音や声、足音を聞き、何度もドアが勝手に開閉するのを目撃しました。やっぱりお前の話は本当だったんだなと鈴木は言いました。これにより佐藤の話が単なる作り話ではないことが証明されました。本当に不思議なことが起きている鈴木の体験談は佐藤の心強い支えとなり、二人は協力してこの謎を解明しようと決意しました。鈴木もまた同じように資料が消える現象を体験しており、その不可解さに頭を抱えていました。佐藤と鈴木は交番で起きている怪現象の原因を突き止めるため、さらに調査を進めました。交番の歴史や過去の事件を調べる中で、この場所がかつて事件の現場だったことが判明しました。交番が建つ前、この場所で何かがあったのかと二人は考えました。交番が建つ前、この場所で起きた不可解な事故や事件が数多く記録されていました。さらに調べると、過去にこの場所で行方不明になった人物がいることが分かりました。その人物の名前は松本で、ある夜この場所で突然姿を消したとされています。松本さんは一体何を知っていたのかと二人は思いました。松本の失踪は未解決のまま多くの謎に包まれていました。二人は松本の失踪事件に関する情報をさらに深く掘り下げることにしました。松本が関与していた事件や彼の行動を追いかけることで何か手がかりを見つけようとしました。佐藤と鈴木は松本の失踪事件に関する詳細を探るため古い資料や証拠を調べました。その中で松本が消えた夜に残した手がかりを発見しました。それは交番の裏庭に埋められた古い日記でした。これは松本さんの日記かと二人は考えました。その日記には松本が感じた不気味な出来事が詳しく記されていました。さらに調べると松本はこの交番に隠された地下室の存在を知っていたことが分かりました。佐藤と鈴木は交番の裏庭で見つけた日記を開きました。日記は古びていて表紙にはかすかに松本の名前が書かれていました。ページをめくると松本の手書きの文字がぎっしりと詰まっていました。7月10日、今日もまた奇妙な出来事が起こった。夜になると交番の周囲で人の気配を感じる。誰もいないはずなのにまるで誰かが見ているような感覚が消えない。この感じ何度も繰り返し起こる。交番の中にいる時も外を見回りしている時も背後に誰かがいるような気がする。でも振り返っても誰もいない。松本の筆跡は次第に乱れていき、恐怖を感じている様子が伝わってきます。7月15日、ついに声を聞いた。低くささやくような声で、ここにいるよと言っていた。
最初は気のせいかと思ったが、何度も同じ声が聞こえる。これは一体何なんだ。7月20日、今夜も声が聞こえた。ここにいるよ。もう限界だ。このままでは正気を保てない。何か対策を考えなければ。8月1日、交番の地下に隠された部屋を見つけた。古い資料棚の裏に隠れていた扉を開けると、そこには長い間誰も入っていないような地下室があった。地下室には過去の事件や事故に関する記録が多数残されていた。これらの情報を整理すれば、この奇妙な出来事の原因がわかるかもしれない。8月5日、地下室でさらに調査を進めた。過去にこの場所で起きた不可解な事故や事件が何か大きな秘密を隠しているようだ。8月10日、地下室で見つけた記録から、この場所でかつて行われた秘密の実験が原因であることが判明した。実験に参加していた人物たちは何らかの理由で行方不明になっていた。8月15日、行方不明になった人物たちの一部がこの場所に埋められていたことが分かった。彼らの霊がこの場所で咆哮っているのかもしれない。8月20日、事件の真相を明らかにするため、さらに調査を進めた。過去の資料から実験を指揮していた人物が特定できた。その人物は現在も生きている可能性がある。松本さんは何を知っていたんだ。日記の最後には、松本が交番の地下に隠された部屋を見つけたことが記されていました。地下室、そんなのがあるのかと佐藤と鈴木はその記述に基づき交番の地下を探し始めました。そして古い資料棚の裏に隠された扉を発見しました。これだ。その扉を開けると地下室が現れました。地下室はひんやりとしていて、長い間誰も足を踏み入れていないことが一目で分かりました。地下室は長い間誰も入っていないようで、埃が積もっていました。佐藤と鈴木は慎重に調査を進め、これは松本さんの日記に書かれていた通りだと確認しました。そこには松本が残したと思われる古いメモや失踪に関する手がかりが散乱していました。松本さんは何を見つけたんだ。2人はさらに奥へと進み、地下室の隅々まで調べました。棚には古い書類が山積みになっており、それぞれが過去の事件や事故に関する詳細な記録でした。地下室の中には松本が調査していた記録が多数残されていました。それらは過去の事件や事故に関する詳細な情報であり、松本がこの場所で何か重大な発見をしようとしていたことを示していました。これが全ての手がかりかと佐藤と鈴木は思いました。2人はこれらの記録をもとに松本の失踪事件を再調査することにしました。記録にはかつてこの場所で行われた実験に関する詳細が書かれていました。佐藤と鈴木は地下室で見つけた記録をもとに再捜査を始めました。まずは記録にあった当時の証人を探し出すことにしました。記録に記載されていた関係者の名前を一つ一つ調べ上げ、接触を試みました。まずはこのリストにある人物に話を聞いてみよう。佐藤がリストを広げ鈴木に見せました。この人たちは松本さんが行方不明になる前に接触していた人物たちだ。2人は手分けをして証人探しを開始しました。その中である老人の証言が特に注目を引きました。老人は松本と同じ時期に同じ場所で奇妙な現象を体験していたと語りました。松本さんがいなくなった夜、私も交番の近くで不気味な声を聞いたんだ。ここにいるよって。それから何か影が動いているのが見えたんだが、気のせいかもしれない。老人の証言をもとに佐藤と鈴木はさらに調査を進め、当時の交番周辺の防犯カメラ映像を入手しました。映像には松本が交番の近くで誰かと話している姿が映っていましたが、相手の顔ははっきりとは見えませんでした。この映像の人物が鍵かもしれないと佐藤が言いました。もっと詳しく調べてみよう。映像を解析すると、松本が話していた相手が交番の前に立ち去った後、交番の中に入っていく姿が映っていました。しかしその後の映像には何も異常は映っていませんでした。交番の中で何があったんだろうと鈴木が不審に思い、さらに調査を進めることにしました。映像に映る人物の服装や体格から何らかの手がかりを見つけようとしました。交番内の隠された秘密、テキスト。佐藤と鈴木は交番内の隠された秘密を探るため、当時の交番の設計図を入手しました。設計図には地下室だけでなくもう一つの隠し部屋が存在することが示されていました。この隠し部屋を見つける必要があると佐藤が言い、2人は設計図を頼りに交番内を調査し始めました。
交番の床を詳しく調べると隠し扉を発見しました。ここだ、間違いないと鈴木が扉を開けると隠し部屋が現れました。その部屋は薄暗く埃が積もっていましたが、壁には松本の書いたと思われるメモや写真が貼られていました。これは佐藤が壁に貼られたメモを手に取りました。松本さんが調査していた証拠だ。佐藤と鈴木は松本の日記と地下室で見つけた記録をもとに森本の居場所を突き止めるため、過去の記録や関係者の証言をもとに調査を進めました。森本の経歴や過去の関係者を徹底的に洗い出し、その居場所を追跡しました。森本は警察の捜査網を巧妙にかわしながらも、ついに郊外の一軒家で隠れ住んでいることが判明しました。ここが森本の隠れ家か、佐藤がつぶやきました。慎重に行こう。二人は家の周囲を調べ、慎重に中に入る準備を整えました。ドアをノックすると、やがて中から森本が現れました。彼は驚きと恐怖の表情を浮かべていました。あなたが森本さんですか？佐藤が尋ねました。私たちは警察です。松本さんの失踪事件についてお話を伺いたい。森本は一瞬躊躇しましたが、やがて観念したように話し始めました。分かった。すべて話そう。私はあの実験の責任者だった。森本は、かつて行われた実験の詳細を語り始めました。実験は、人間の精神と霊的な現象を研究するものでした。参加者は特殊な環境で様々な刺激を受け、その結果を記録されていました。しかし、実験は予期せぬ結果を招きました。実験中、参加者たちは次々と不可解な現象を体験し始めたと森本は言いました。声が聞こえたり、幻覚を見たり、何かに取りつかれたような感覚に陥ったりしたんだ。実験が進むにつれて、参加者たちは精神的に不安定になり、次々と失踪するようになりました。森本は事態の深刻さに気づき、実験を中止しようとしましたが、時すでに遅く、全員が行方不明になってしまいました。松本さんもその実験の一環で行方不明になったんだと森本は続けました。彼は真相に近づきすぎた。森本の告白を聞いた佐藤と鈴木は、松本の失踪事件の真相を理解しました。実験の結果、霊的な力が交番の場所に集まり、不気味な現象を引き起こしていたのです。私が全ての責任を負うべきだと森本は涙ながらに言いました。松本さんや他の参加者たちを救うことができなかった。佐藤と鈴木は森本を連れて警察署に戻り、彼の証言をもとに詳細な報告書を作成しました。これにより、松本の失踪事件は公式に解決され、森本は責任を取る形で法的処分を受けることになりました。これでやっと真実が明らかになった佐藤が感慨深げに言いました。佐藤と鈴木は松本の慰霊を行うため、彼の遺族と共に追悼式を執り行いました。松本さんの霊が安らかに眠れるように地域住民も協力して追悼の意を示しました。みんなで乗り越えよう。この行事を通じて地域全体が一体となり、過去の悲劇を乗り越えました。追悼式の後、交番は新たなスタートを切りました。佐藤と鈴木は過去の出来事を忘れずに、これからも地域の安全を守るために尽力するぞと誓いました。交番は地域の人々にとって安心できる場所となり、未来に向けて新たな一歩を踏み出しました。交番での怪現象は過去の未解決事件に起因するものでした。しかし佐藤と鈴木の努力により事件は解決され、交番は再び平穏な場所となりました。これでやっと安心できる。この話を通じて皆さんも目に見えない力の存在や過去の出来事に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。それでは次回もお楽しみに。